ホストの死から翌日、自分の部屋でキャバ嬢はくつろいでいた。その視線の先では、かぐや姫と人魚姫が食事を作ったり部屋を掃除したりと、海外しく家事に勤しんでいる。まあ、あいつは殺されても仕方ないようなろくでなしだったしね。いっそ死んでくれてせいせいしたわ。それでも好いていたのでしょう。無理はなさらず、今は思うままに私たちに気持ちをぶつけてくださいな。かぐや姫の言葉にキャバ嬢は涙を流す。そうして上げた手で撃たれたかぐや姫はうっとりと微笑んだ。荒れるお気持ちはすべて私にぶつけて。飛脚って悪趣味。あら、私からすれば何でも悲劇に従う悲哀の方が悪趣味です。お互い様ということね。何の因果か共にいるのですから。ここは一蓮托生といきましょう。八つ当たりしてごめんね。あんたたちがあいつと何の関係もないってことは昨日話して分かってるんだけど。落ち着きを取り戻したキャバ嬢は二人に謝罪した。それをかぐや姫は優しく笑って受け入れる。いいのです。行くあてもない私たちをわざわざ止めてくださったのですから。行くあてがないか。あんたたちも相当の訳ありなんだね。キャバ嬢は二人の全身をじろじろ見ると、ポンと手を打った。だったら私と同じ店で働く？唐突な誘いにかぐや姫と人魚姫は顔を見合わせた。私がこの仕事始めたのも家出して行くところがなかったからなんだ。同僚もみんな訳ありに慣れてるし、誰も事情を詮索しないから楽だよ。それにあんたたち、顔も体もいいし、話聞いてくれるし優しいし、うちに来るお客に可愛がられると思うんだよね。人魚姫さんはキャバクラってご存知ですか？知らないわ。どこかの国かしら。わ、キャバ知らないとか箱入りかよ。まあ、働く場所はあった方がいいって。そもそもお店の人も訳あり系だから、警察の扱いうまいし、死んだあいつのこと突っ込まれてもごまかせると思うんだ。キャバ嬢の勢いに流されたかぐや姫と人魚姫はそのまま店で働き始め、そうして1ヶ月が過ぎた頃、二人は瞬く間に店のトップに名を連ねるようになっていた。今日も二人に癒しを求めて客がやってくる。理想と現実の板挟みで心を病んでいるとあるゲーム会社のプロデューサーは、思う存分二人を罵倒してストレスを発散した。今日も二人に癒しを求めて客がやってくる。
とある会社のサラリーマンは、左遷されたのは周囲が自分の才能を妬んだからだと思う存分二人に愚痴り、その膝で泣いた。今日も二人に癒しを求めて客がやってくる。永田町に住む政治家は、ゲスな視線で思う存分二人の体を鑑賞すると、口止め料と称して大金を払って帰っていった。キャバ嬢として働くうちに、二人は夜の歌舞伎町では知らない者がいないほどの人気を誇るようになっていた。優しく包み込むように、どんな理不尽も受け入れて喜ぶかぐや姫。憂いを含んだ瞳で話を聞き、客に同情しては綺麗な涙を流す人魚姫。二人はアイドルユニットのごとく扱われ、界隈の宣伝に駆り出される。いつの間にか、二人の顔をプリントした求人トラックが、昼の新宿を走るまでになっていた。なあ、あのトラックの写真の二人、シノアリスのかぐや姫と人魚姫に似てないか？何それ、童話？あ、いや、ゲームのキャラ。ほらこれ。確かに似てるね。コスプレじゃないの？コスプレというよりそのものというか。写真だもん。加工してるんでしょ。そうかな。悲しみの涙をもっと。その頃、都内や地方の諸所でボートによる奇妙な事件が多発していたが、少なくともかぐや姫と人魚姫の周りは平穏だった。二人を求めてやってくる客で、店は連日盛況だ。しかし、人の欲とはキリがありませんわね。ここで見る悲劇は汚いものが多いわ。人間の裏側を煮詰めた街で、それを一身に浴びる形となった二人の心は、徐々に蝕まれつつあった。